songs. Get a tape machine so my treble doesn't sound wrong. Buy those ribbon mics and get all nerdy with them. Cause I wanna hang with you until the world ends. こんにちは、カズマです。4月19日日曜日。今僕はオーストラリアに来ています。ここオーストラリアはタスマニア島にあるホバートという町へ来ているんですけれども、明日の月曜日をもって、日本に帰国します。いやー、ここに来るまでは本当にたくさんの出来事がありましてね。スタート地点がシドニーで、シドニーからメルボルンで、そのメルボルンからタスマニア島へ訪れて、で、そこからそのタスマニア島の東側だったりね、その小さな町をこう、あっちへ行ったりこっち行ったりして、こう、ぐるぐる回るような感じで、旅をしていました。めちゃめちゃ楽しかったですね。で、今回のその旅の記録については、YouTube 以外にノートで公開していますので、基本的に文章と写真をまとめて、当時の記録をありのまま話すっていうような、そういう感じで記録してはいるんで、もし気になる方がいましたら、概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひそちらを覗いてみてください。ノートでも話をしてはいるんですけれども、シドニー郊外のニューサウスウェールズ州の郊外にある町を通じて、メルボルンへたどり着くまでは歩きとヒッチハイクで旅をしていたんですよね。そこに至るまでたくさんの出会いがあって、で、中にはご好意で家に泊めさせていただけたり、バーベキューごちそうになったり、ビールもいただいて、めちゃめちゃ楽しかったですね。オーストラリアの人たちはみんな親切で、とてもフレンドリーで、まあ中にはちょっと不愛想な感じの人もいたりするけれど、基本的にはみんなフレンドリーですね。いやー、よかったよかった。本当にそういう意味では、このオーストラリアへ、またこうして旅をすることができて本当に良かったですね。実はオーストラリアに来たの人生で3回目なんですよね。2005年の高校2年の海外研修で初めてケアンズに来て、当時1週間ぐらい滞在していたのかな。で、その後は2019年の9月頃、再びオーストラリアはケアンズへ訪れて、で、そのケアンズからウルルまでヒッチハイクで旅をしていたんですよね。当時の旅の記録についてはノートでまとめていますので、それも基本的には文章と写真をまとめて、記録として残してはいるんですけれど、まあそれも僕のノートで公開していますので、ぜひそちらも見ていただけると幸いです。そして今回、人生3度目のオーストラリア旅なんですが、メルボルンとタスマニア島は今回初めてなんですよ。で、なんで今回、人生3度目のオーストラリア旅をやろうと思ったかっていうと、そのシドニー郊外のとある町に、当時出会った僕の知り合いというか、当時ヒッチハイクで出会った方がそこに住んでるんですよね。そこに住んでまして、何度かメッセージのやり取りをしてはいたんですが、もしオーストラリアへ来るんだったら、うちに泊まっていきなよって言われて、で、そういうきっかけもあって、今回旅をすることにしたんですよ。ほんと1ヶ月ぐらい前に航空券を手配して、それで、シドニーに着いて、で、確か3日か4日ぐらいかな。当時出会った方の家に泊めさせていただいて、で、そこから、今回の旅が始まったっていうような、そんな感じですね。ホワイトボードに行き先を書いて、こうやってヒッチハイクをして、で、偶然出会った方々と話をしながら目的地へ進む。その過程が好きなんかな。だってそれも現地に住む人の目線で見たリアルな話だったり、決して出会うことのないような人たちと話をしながら、まあなんだろう、こうお互いのそれまで得た経験だったり、それまで見た中で感じたことや今考えていること、そういうありのままのリアルを話せるっていうね、それがすごく楽しくて、まあこういう従来の旅行では決して味わうことのできない、
その時その瞬間でしか得られないそのかけがえのない経験をこうダイレクトに、味わいたくてね。まあそういうのも全部ひっくるめて、今回またこうして、海外を旅することにしたわけなんですよね。まあなんというか、ローカルというか、そこに住む人たちの、まあ、そこに住む人たちと出会って、話を聞いて、で、そこに住んでる人たちがおすすめする場所を見つける過程が好きなんかな。有名すぎる場所だったり、観光スポットというか、なんか有名すぎるところ、例えばオーバーツーリズムというか、あまりにもミーハーな感じのところ、そういうのがあんまり好きじゃなくて、とにかくいつ行っても混雑してて、で、観光地価格のぼったくりな値段というか、そういうものがあんまり好きじゃなくて、場所にもよるんですけれど、なんか最近そういうものがあんまり興味がなくなったんですよね。それよりも、今回のタスマニア島に関しては、クレイドルマウンテンは、結局行くのをやめたんですけれど、そのクレイドルマウンテンっていう有名な山がありまして、ただそこ入場料とか、バス代とか、なんか結構それなりにお金がかかるんですよね。まあ、すごく景色はいいんでしょうけれど、ちょっと個人的にはなんか途中冷めちゃって、で、それで今回タスマニア島の東側、そのイーストコーストっていうエリアがあるんですけれど、そのイーストコーストからホバートを目指してこうぐるっと回るような、もうそういう感じで旅をしていたんですよね。で、その時も、ありがたいことにいろんな方々と出会って話をして、で、中には家に泊めさせてくれたりして、それがめちゃめちゃ楽しかったですね。偶然出会った方々と話をしながらご飯を食べたり、コーヒーを飲んだりして、そうやってなんか、スローライフみたいな感じの、そういう時間を味わいながら旅をする。その時間がすごく居心地よくて、めっちゃ楽しかったですね。行き急いでいないというか、日本みたいに常に忙しい感じがしないというか。まあ、そういうのもひっくるめて、今回こうしてオーストラリアを旅することができてよかったなというふうに、感じました。はい。明日の4月20日をもって、この旅を終えることになります。日本に帰国した後も引き続き YouTube を更新していきますので、ぜひ、今後とも応援していただけると幸いです。このチャンネルでは基本的に Vlog という名の動画日記をメインに配信しています。で、中には、まあ今回みたいにこうして、海外を旅する時もあるんですけれど、まあそういった海外旅を通じて、ミニマリズムと出会い、そのミニマリズムを通じて考え方やライフスタイルについて発信するっていうような、まあそういう感じの動画を配信しています。もし、今回の動画であったり、または過去にアップロードしてきた動画を2本か3本ぐらい見ていただいて、それでもし気に入ってくれたら、ぜひチャンネル登録をしていただけると幸いです。まあ何と言いますか、今回のオーストラリア旅に関する詳細については、YouTube 以外にノートで公開していますので、基本的には文章と写真を交えて更新してはいるんですけれど、まあ、ぜひそちらも見ていただけると嬉しいです。まあ、これも、概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ、覗いてみてください。で、こうして振り返ると、今回、このオーストラリア旅に関してはあんまり動画を撮ってないんですよね。もちろん断片的な感じで当時歩いてる時の様子だったり、またはヒッチハイクしてる時の様子を何本か撮ってはいるんですけれど、途中から全然撮らなくなっちゃったんですよね。なんかちょっと違うというか、自分の中でなんか疲れちゃってね。それよりも今みたいなこうやって定点撮影をベースに一人語りっていうか、まあ、ラジオ形式というか、ポッドキャストみたいな、まあ、こういう感じの、その動画日記として撮り続ける方が性に合ってるなって、なんか個人的にはね、なんかそんな風に思うんですよ。まあ、どんな動画を撮り続けるか、どんな風にして自分が今考えてることや感じたことを話すかについては、それはまあ、個人の自由ですし、それはまあ、考え方の問題ですので、まあそんな感じで別に自由にやっていいんじゃないかなって
僕はね、なんかそんな風に考えてるんですよ。価値観や考え方については人それぞれですので、まあ別に僕の言うことが全部正しいなんて全く思ってないし、まあ別にどうもあれようが、それはどうだっていいんですよ。それは他人が決めることですので、まあそれよりも自分の動画を見て、自分が話す内容について、もし1個でも2個でも、なんか共感できるなとか、いいなっていうふうに思っていただけたら、ぜひ今後も見ていただけると幸いです。まあそういう感じで今後も YouTube を続けていきますので、引き続き応援よろしくお願いします。まあ日本国内または海外、どこでもそうなんですけれど、Vlog という名の動画日記をこれから先も更新し続けていきますので、ぜひ、今後とも応援よろしくお願いします。それではそろそろ時間ですので、今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。もし今回の動画がいいなと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それでは次回お会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。They still had to go. Yeah, they still had to go.